こんにちは、レゴヨンです。今回は初めてのバイク整備動画になります。知り合いのモンキー 125ABS のチェーン交換と整備全般を頼まれましたので、引き受けてみました。3月に自動車整備士の試験を受けて初めて、他人のバイクを触るということになります。ちょっと緊張しながら作業をしました。今、シート外して、これからスタンド立てようとしています。まずはあれですね、バッテリーが見えたのでバッテリーの電圧を今測ってます。十分 12.6 ぐらいあったかな。元気そうなバッテリーでした。で、スタンド、このスタンドも、新しく買ったものです。一人で、軽いバイクなんでね、一人で、ゆっくり上げることができました。で、フロントもタイヤを外す予定だったので、なんとか上げてます。これは構成つかとか言うんだったかな、ジャッキ代わりにしてあげてます。で、フロントのキャリパーを外して、ブレーキのチェックをこれからやろうとしています。ちょっとね、今まで、見たキャリパーとちょっと付け方が違ってて ABS もついているので、ネジが多かったですけれども、問題なく外してました。なかなか汚れてましたね。パッドも十分厚さは残ってはいたんですけれども、やはりそこそこ汚れが溜まってました。ピストンは幸い錆もなく、ただ汚れているだけかなという状態だったので、これから外して、キャリパー全般の清掃と、それからピストンも掃除をして、もみ出しも行っていこうとしています。スライドピンが外れました。こちらも一応グリースは、古いグリースを拭き取って、グリースを入れ替えておこうと思っています。この外のね、ここパッドの一番端っこが支えがつく部分なんですけど、結構こう汚れががっつりついてたので、ドライバーでちょっとこすりながらおおむね落としておきました。ちょっと軽く錆びてたかなっていう感じですね。ここは手動する部分ではないので大して問題ではないとは思いますけれども、ブレーキパッドの端っこを支えている部分になりますね。今までこういう構造のキャリパー見たことがなかったんで初めてですけれども、内側のキャリパー、ブレーキパッドの一方が先ほどの丸い輪っかにこの字型の部分が噛むような形になってますね。でパッドピンも汚かったので拭いて、でちょっとヤスリがけもしておきました。で今はこれは、ブレーキパッドの清掃ですね。パーツクリーナーで清掃をして、拭き上げてます。で今度はキャリパー本体の清掃、まずはパーツクリーナーで外側ですね、結構ホコリ
たくさん付着しているので、それを拭き取っています。で、今度はピストン周りですね。そちらの、まずはピストンの周りについている汚れをこう拭き取っています。エアーで飛ばしながら、今度はピストンの方の清掃に取り掛かってますね。ちょっとレバーを押してピストンを押し出して、まず外を拭いて、でこれは今塗ってるのはシリコングリスですね。シリコングリスを周囲に塗って、で手でピストンを押し込んで、片方ずつ押し込んで、なんかシーソーみたいになりますね。そこで馴染みを良くして、で押し込んだところでまたピストン回しでグリグリっと回して、私のもみ出しというのはこういうやり方をやってますね、いつも。で、今またレバーを押して、ピストンを出してきてます。で、先ほどのグリースが、シリコングリスが汚れて黒くなって出てくるので、それを拭き取って、でまたグリース塗ってまた押し込んでというこういう作業を大体 3,4 回は繰り返しますね。それで、一応終えて、スライドピンのところに新しいシリコングリスを入れて、今ピンを入れました。ここのグリスね、一時自分のバイクでウレアグリスを使ったことがあるんですけども、当然そのゴムを侵食してしまうので、ゴムが傷んでしまったことがあるので、ここはシリコングリスじゃないとダメみたいですね。はい、それでキャリパーはこれで一応、できたので、ブレーキパッドをまた組み付けていきます。外した時には一切ブレーキパッドにグリースは塗られてないようでしたけれども、一応パッドグリス、あれですね、カッパーグリスですね、それを塗っておきます。私のバイクでブレーキがビーッと鳴いたことがあってね、カッパーグリスを塗ったらその鳴きが収まったという経験があるので、一応おまじない的に塗っておきます。で、パッドピンを入れて、もう一枚、これは内側の方ですね。内側のパッドを入れて、で、ピンを押し込むと。パッドピンはこのキャリパーは入れやすかったですね。そんなにぐーっと手が痛くなるほどパッドを押さえつけるようなこともなく、簡単に入りました。で、キャリパーの方はもうこれで完了して吊るしておいて、今フロントアクセルを抜きました。アクセルシャフトを抜いて、フロントのアクセルシャフトはこれ一切グリースつけた跡はなかったですね。全く乾燥したような状態で、シャフトの周りで回ってるのじゃなくて、ベアリングが回ってるので潤滑自体はいらないんだと思うんですけど、普通塗るもんだと思うんですけどね。でタイヤを外したところ、フェンダーの下の汚れが見えたので、もうこれもきれいにするかということでフェンダーを外しました。ボルト3本で止まってるだけで簡単に外しやすいフェンダーですね。で、フェンダーの裏なので、多分アスファルトのタール
とか油分がついてるんだろうと思ったので、今スプレーかけてるのが、これはチェーンクリーナーですね。チェーンクリーナーをかけて、これは動画はもうすぐ拭いてるように見えますけども、5分以上置いてます。これはしばらく時間経った方が効果が出てくるクリーナーのようですね。で、表面の油分を取ると、点錆のようなものが無数に見えたので、今度は、WD-40 をかけてスチールウールで、表面をこすってます。細かい錆びを取っているところですね。完全には取れませんでしたけれども、おおむねきれいにはなりました。で、表面の方、表面仕上げのメッキの表面の方は、これはですね、今は拭き取ってるだけかな。後で、ワックスをつけて拭き上げました。でその次は、ここにエアクリーナーボックスが見えたので、エアクリーナーの、点検に移ってます。両サイズにね、カバーがあって、それを外して、で、ネジで止まっているエアクリーナーボックスのカバーを今外しているところです。ネジが多くてね、なかなかこれは外しにくかったですね。結構苦労しました。硬いわけじゃないんですけどね。回しにくい感じの、普通のプラスネジですけど、タッピングっていうんですかね、プラスチックにねじ込んであるやつですけど、結構ドライバーとぴったり合っているはずなんですけど、なかなか回しづらかったですね。で、カバーを外すと、フィルターが見えて、ここは1本のネジで止まってました。で、それを外しました。そこそこ汚れてはいますけれども、まだ大丈夫かなっていう感じですね。で、このエアクリーナーケースの中も、グローバーの関係ですね、少し、汚れていましたので、パーツクリーナーを拭いてきれいに拭き上げました。で、下を見ると、これシリンダーヘッドの頂上部分なんですけども、ここが、真正面に向いているので、こってりと汚れがついてました。もう茶色いシリンダーヘッドになっちゃってたんで、一生懸命拭いて、汚れを大体落としておきました。で、エアクリーナーを戻して、カバーをつけて、で、これでエアクリーナー点検は終了ということですね。で、フロントフェンダーを戻してます。でちょっとね、丁寧にホコリ飛ばしながらフェンダーを取り付けてます。やっぱり金属製のフェンダーっていいですね。私の持ってるバイクはもうフェンダーは全部プラスチックなんで安っぽくて整備してもちょっと悲しいなって感じがしますけど、このモンキーは金属製でのフェンダーがついてるんですね。羨ましいですね。はい、ではこれは、タイヤをつけて、これはですね、キャリパー
ネジ止めしてちゃんとトルク30ニュートンメーターだったかなで締め付けました。はい。で、綺麗に回ってますね。で、回しながら、で、ブレーキレバーを握っていって、ピストンを押し出してます。いい感じですね。ブレーキの歪みもなくて、まあ、良好な状態だと思います。羨ましい。私の MC がもっと引きずってます。イカルガヤクリナボックス横の、これはまあただの飾りですね。ただのカバーで役目は何もないんですけど、これが付けにくくてですね、爪3つ、上側に2つ、下に1つの爪があって、なかなかこう、綺麗に入らずに付けるのに苦労しました。もうまだつかないですね。もうちょっと付けやすくならんのかなっていう感じはしますよね。まあ、取るのは楽なんですけど、付けるのは、まあ、慣れればいいのかもしれないですけど、結構苦労はしました。で、一番下からビス1本で止まってます。はい。ここまでで結構時間が経ってしまったので、今日はこの前部分の整備点検で、終了したいと思います。後輪とチェーンは次の動画で、またお送りしたいと思いますのでお楽しみにしておいてください。それでは本日はこれまで。さようなら。